こんにちは。今日は前回紹介しきれなかったホワイトバランスのカスタム設定について紹介をしていきます。はい、前回ね紹介した動画撮影をする時のカメラの設定内容でホワイトバランスをカスタムで設定しているところなんですが、前回もねちょっと話したんですけど、これを使ってホワイトバランスを設定しています。で、これが一体何かっていうと、映画撮影用にコダックが出してるゼラチンフィルターっていうやつです。で、先に言っておくとね、このゼラチンフィルターは、もう正規のルートではコダックさんは販売していないんですけど、今はねネットで何でも買える時代なので、ネット検索すれば、まだ売っているところはあると思います。で、正規で販売してないものを使ってね、設定方法を紹介しても、意味がないんじゃないかなって思う人もいると思うんですけど、別にね、ゼラチンフィルターってコダックだけが出しているものではなくて、富士フィルムも今まだ正規でゼラチンフィルターって販売していると思うので、ちょっとねやってみようかなって思う人は参考にしてみてください。最初にねこのゼラチンフィルターの説明をしておくと、いろんなものがあって、普通に ND も3から9まであったり、あとは85とか 80B とか、80A とかね、色温度を変換するものもあるんですけど、今回ねホワイトバランスの設定で使うのは色温度変換のものではなくて、CC と呼ばれているものを使います。この CC っていうのが色のことで、全部でね6色あって、まずね色の三原色の RGB、 それと、RGB の反対色の CMY、 この6色の色のフィルターがあります。例えばこれは CC30M って書いてあるんですけど、この M が色のことで、これはマゼンタの M です。でこれだと CC20G って書いてあるんですけど、この G はグリーンの G です。でこれが全部で RGB と CMY の合計6色の色があります。で、その横に書いてある20とか30っていうのが色の濃さを表す数字で、5から30まであって、5、10、20、30でね4段階の色の濃さがあります。これを、自分の好きな色と、色の濃さを組み合わせて使うんですけど、こういうね、ゼラチンフォルダーっていうのがあって、これにフィルターを入れて、レンズにつけて使うのが通常の使い方です。だけど、撮影中にこのフィルターをレンズにつけて撮影していると邪魔ですよね。邪魔だし、レンズ交換とかする時もとってもめんどくさい。だから、自分はどうやって使ってるかっていうと、撮影中にこのフィルターをつけて撮影をするんではなくて、撮影前に、もうホワイトバランスのカスタム設定で色の設定をしちゃいましょうっていう、そういう話です。で、どういうことかっていうと、まずねカメラ本体のホワイトバランスのカスタム設定の仕方は説明書に書いてある通りで、ここの、このマークを選んで撮影する光の光源の色でホワイトバランスを取る。これが、普通のやり方なんですけど、この時にこれを使います。
例えば、自分はシアンとイエローを出したい。その時は、シアンとイエローのフィルターを入れるんではなくて、シアンとイエローの反対の色、すなわち赤と青、このフィルターを2枚重ねて、これをレンズの前につけた状態でホワイトバランスを取ります。そうすると、赤と青を消す方向で、ホワイトバランスが取れるので、実際には赤と青の反対の色、すなわち、シアンとイエローが強調された色の映像が撮影できます。で、さっきも言ったように、色の濃さもあるので、色が出過ぎたなって思った時はフィルターの色を薄く落としてやればいいし、逆に色の出方が足りないなって思った時は、フィルターの色を濃くして調整をしていきます。で、実際に自分が使っているフィルターは、R の20と、B の05番、この2枚を重ねて入れた状態でホワイトバランスをとっています。そうすると、R と B の反対方向の色、すなわち、シアンとイエローの色味でホワイトバランスが取れるので、こういう仕上がりになります。で、この色の仕上がりがいいか悪いかっていうのは、見る人の好みによって変わってくる話なので、それはまたちょっと別の話になっちゃうので、とにかく自分は、こうやってホワイトバランスをとって、自分の好きな色味になるように設定をしています。で、1個ね、注意点があって、ホワイトバランスを取るときに白い紙を使うんですけど、この時の白い紙の色が結構重要で、どういうことかっていうと、白は白でも、黄色っぽい白とか、あと青みがかった白とか、同じ白でも 80% とか 90% とかで、白の中でも発色が違うので、例えばで言うと 80% 以下の白ってかなり色が黄色くなっているので、これはなるべく使わない方がいいと思います。で、自分が思うのは、90% に近い白色の紙で、ホワイトバランスを取った方がいいと思います。あとは、これははっきりと言っておくんですけど、カメラ本体の、カラー調整で同じことができるじゃんって思った人多分いると思うんですけど、それは全く違うので、はっきりと言っておきます。色の刻み方が全然違うので、絶対同じにはならないです。だってね、考えたらわかると思うんですけど、カメラ本体で同じことができるんだったら、わざわざこんな手間のかかることはやらないので、そこは勘違いしないようにしてください。はい、以上がね、自分がやっているホワイトバランスのカスタム設定の内容でした。で、ちょっとね、難しい話だったかもしれないし、自分の説明も、あまりうまくできてなかったかもしれないですけど、自分はこういう設定方法で色を決めています。なので、ちょっとねこの設定するまでが結構めんどくさい作業になっちゃうんですけど、一回ね自分の好きな色に設定を決めてしまえば、あとはずっとそのままで使えるやり方なので、ちょっとね興味あるっていう人はやってみてください。では、今日はホワイトバランスのカスタム設定の仕方でした。ありがとうございました。さようなら。